皆さんこんにちは。理学療法士の川内です。長い時間歩くことができない、また立ち続けることができないのは、体力が低下したことが原因じゃなくて、実は病気が原因の場合もあることをご存知でしょうか？病気が原因の場合は、まずは病気を改善することが取るべき行動です。自分の原因に合わせて改善しやすい方法を選択できるようにしていきましょう。今回の流れです。最初に長距離が歩けない、長い時間立てない症状についてご説明します。2つ目、原因について解説します。3つ目、2つを見分ける方法。最後にそれぞれの治療方法について解説していきたいと思います。では早速内容に入っていきましょう。知ってほしいことが一つだけあります。長時間歩けない、立つことができないというのは病気の症状の一つだということです。間欠性跛行という名前が付けられています。間欠性というのは症状が出たり出なかったりするという意味で、跛行というのは通常とは違った歩き方のことで、歩き方にトラブルがある状態のことを示しています。間欠性跛行は歩いている時に症状が出てきます。足にだるさ、痛み、しびれ、疲労感といった症状が出てきます。出てくる症状は人によってそれぞれです。歩いていると症状が出てきますが、しばらく休憩すると症状が回復するという特徴があります。最初は軽い症状から始まってくるので、すぐに病気が原因だと気づける人は少ないと思います。この間欠性跛行の原因は大きく2つあります。神経が原因のものと血管が原因のものの2つです。神経から来るものは脊柱管狭窄症という病気で、血管から来るのは閉塞性動脈硬化症という病気です。この2つとも症状は似ていて、歩いている時に足の疲労感、痛み、しびれが出てきますが、そのメカニズムが異なっています。脊柱管狭窄症は神経が圧迫されることで症状が出ていて、閉塞性動脈硬化症は血液循環が悪くなることで症状が現れてきます。症状が出てくるメカニズムについては後ほど解説していきますが、先にもう少し細かく分類をしていきたいと思います。4つに分けることができます。1つ目、神経が原因の脊柱管狭窄症。2つ目、血管が原因の閉塞性動脈硬化症。3つ目、1と2を合併している混合型。4つ目、いずれの病気もないが体力が低下している。この4つに分けることができます。もし1番だと背骨の中を通っている神経の圧迫を少なくするような取り組みが必要ですし、2番であれば足の血液循環を良くする必要があります。もし4番の体力低下であれば、しっかり運動して体力をつけましょうということになります。このように歩けないことの原因によって取り組む内容も異なります。正しい知識を持っていることで、より改善しやすい治療方法を選択することができるようになります。それでは1番と2番の見分け方について解説していきます。シンプルな方法ですが、症状が出ている時に体を丸めると痛み、しびれ、だるさが改善する場合には、脊柱管狭窄症が原因である可能性があります。背骨の中で神経を圧迫していることが原因ですので、体を丸めた姿勢をとると圧力が少なくなって徐々に症状が回復していきます。もう少し詳しく解説していきます。立ったり歩いたりしている状態では、背骨の腰の部分は図のように反り返るような状態になっています。反り返った状態だと神経の通り道が狭くなるため、神経を圧迫してしまう場合があります。しばらく神経の圧迫が続くと、足にしびれや痛み、疲労感といった症状が出てきてしまいます。体を丸めた状態をとると神経の通り道を広くすることができるので、神経の圧迫を小さくすることができます。背中を丸めた姿勢をとると症状が改善する場合には、脊柱管狭窄症だと考えられることが一般的です。脊柱管狭窄症の改善は手術と運動療法の2つがあります。運動療法というのはストレッチなど体を動かして行う治療のことです。アメリカで行われた研究では、手術と運動療法の効果を比較すると、どちらを選んでもあまり効果は変わらなかったというデータもありますので、個人的には手術をする前にストレッチなどの運動を行ってみて、なかなか改善しない場合には手術を検討していくという順番がいいと思います。ストレッチをする場合は正しい方法で行うことが大切ですので、こちらの動画で脊柱管狭窄症のためのストレッチをまとめているので参考にしてください。閉塞性動脈硬化症はふくらはぎの血流が悪くなってしまうことが原因で、しびれや痛みといった症状が出てきます。
徐々にふくらはぎに酸素などの栄養が足りなくなってくることで、痛みや痺れが出てきますので、歩くのをやめると徐々に酸素などが行き届き、少しずつ症状が改善してくるという特徴があります。閉塞性動脈硬化症の改善は基本的に動脈硬化の治療となります。喫煙されている方が発症することが多いので、タバコを吸っている方は禁煙をする、しっかりと水分を取りながら症状が出ない範囲で早歩きを行うということで改善が期待できます。運動を行うことで歩ける距離が伸びたという研究データもたくさんあるので、閉塞性動脈硬化症の改善は生活習慣の見直しと早歩きをする時間を作って治療していきましょう。今回のまとめになります。長時間歩けないのは間欠性跛行と呼ばれる症状の一つです。この症状には4つの原因が考えられます。脊柱管狭窄症、閉塞性動脈硬化症、混合型、体力低下の4つです。これらの原因によって取り組むべき内容も異なってきます。正しい知識を持ってより改善しやすい治療方法を選択できるようにしていきましょう。ご視聴いただきありがとうございます。最後までご視聴いただいた皆様のご意見をお聞かせください。今回の動画で分かりやすかったところ、分かりにくかったところ、良かった、悪かった、ご質問ご感想を教えていただけるととっても嬉しいです。コメント欄に皆様のご意見をお聞かせください。よろしくお願いいたします。シニアの健康大学チャンネルでは健康に役立つ情報を配信しています。他の情報も取得したい方は画面右下のチャンネル登録をお願いいたします。それでは明日も元気な一日を過ごしましょう。またお会いしましょう。さようなら。